はい、実質へようこそ今回はギター談義第5回ということで、ついにクラシックギターに入らせていただきます。クラシックギターって今では音楽大学です本当の教育課程があったりするようなものでございます。音楽の一つの分野であるのに、自分なんかが語っちゃっていいのかっていうね、それ安全基準とか消費者庁とか通ってるんですか、実施さんなんて言わないでくださいね。ほら知ってるかな、最近ヒットしたアニメで推しの子っていうのがあってね、そこでルビーちゃんも言ってるわけですよ。カラオケの点数が悪くてもね、だんだん理解していく過程を皆さんに見せていく、それが価値なんです、ドラマ性があるんですってね。うちもそんな形でやらせていただこうかなと思っておりますが、今回はですね、4つタイトルを立てました。恋愛とクラシックギター、お勉強としてのクラシックギター、現実としてのクラシックギター、まとめとしてのクラシックギター。こんな内容で、有機な内容がどこまであるかは保証しないけど、知ってる人も知らない人も楽しく聴けるように語っていこうと思いますので、どうかよろしくお願いします。で、恋愛とクラシックギターなんですけど、そもそもね、ギターをやる動機ってモテるためってよく皆さんおっしゃいますよね。もうね、個人的にそれがハテナマークなんですよなんかね、そういうただ音楽が好きでなんか楽器やりたくて やるっていう感じで考えてたので、なんかモテるかとかどうかってかな、あんまり考えなかったし、あえて言えばモテなかった、全然ね、モテ要素がゼロだったとは言わないけれども、だいぶ違うっすよ。でさ、今はそうでもないけど知らないけど、昔クラシックギターって言ったら暗いっていうイメージがどうしてもね、禁じられたなんとかとかねコカメロディー演歌とかね、わかります？なんかこの馬末のスナックみたいな。ちょっと楽器出すね。禁じられたなんとかとか、コガメロディーだっけ、なんか演歌っぽいのとかなんかありますよね。みたいな、こんなねクラシックギターのイメージですよね。酒と女と人情とかって流れて、この街に出会ったあなたと今宵この場で、みたいなすいません、全然演歌なんてやったことなくて申し訳ない。要するにね、クラシックギターってね、疎外感ですよね。むしろ疎外感です。モテるというよりも入っちゃう。ぼっちザクラシックギターナチュラルにぼっちですからね。あんまり恋愛とはっていうのはありますな。でさ、もし万が一ですよ、うまくいって付き合ったとしてもですよ、クラシック好きなね、自分としては今日はマーラ1時間半聴いてすごい充実した、感動した、今日この気持ちを大切にしたいから触らないでとかね、今日ギターすごい練習した、頑張った、充実した、飯食って寝ようとかねしたらさ、相手と方としてはさ、何どういうこと、私の存在って何ってなりがちじゃないでしょうか。でもね、そんなすれ違いもさることながら、いつか素敵な時間を共有できるような関係に皆様がなっていくよう、幸多からんことを祈りつつ、ということで次の話題勉強としてのクラシックギターねえ、クラシックギターってお勉強
僕は音楽に関係理解のない環境でたまたま育っちゃったんですけど、今人によってはね、案外このお勉強としてのクラシックギターやる方っていうのもいないわけじゃない。じゃあね、あれ、ねえねえ伊藤さん、お宅の剛くん今度クラシックギター始めたのね、素敵ねみたいなそんなのもあるんでしょ世の中にはわかんないけどさ僕が直接知ってるのは、前ちょっと教わってた先生のところに来てた子供さんで、小学5年かな6年ぐらいの女の子、真面目な子が話を聞くとですね、お父さんがねバンドやってて、でお父さんエレキギターなんだけど、子供にいきなりエレキギターっていうのはちょっと無理っつうか、それだったらクラシックギターまず最初ちょっと教えておいて、将来どうなるか本人に任せますみたいなパターンでクラシックギター教室に通わせてるっていうパターンがあって、ああなるほどなと思った。まあそういうね、ここから見れば羨ましい限りのクラシックギターを教わるお子さんたちもいてっていうのは、まあ日本の状況でまあ普通にあると思うんですけど、僕はね何より衝撃を受けたのは西洋の認識ですよ。英会話学校に少し通っていたことがあって、その時にねいろいろお話しする中で、先生も生徒さんも音楽好きな人がいたら、僕はなんか勝手に楽器持っててね、いくらギター持ってて適当に弾いて遊んだりしてて、僕がクラシックギターやってるっていうのは多くの人がそこにいたのは知ってたんですけど、である時僕がタバコを休憩室で吸ってたらね、ルシンダさんっていうすごい美しい白人の英語の先生がね、あれタバコ吸うのってこれ英語でね、いやまあたくさんじゃないけど少しはいとかね、意外とかどうしてって言ったら、いやだってあんたクラシックギターやるじゃないとか、はですよ。日本人としてははだけど、その時にね分かった。だから向こうの人にとってクラシックギターをやる人っていうのはタバコとか麻薬とか暴力とかはねやらないの。なんかこう信仰が厚くてね、ベジタリアンかな、あとはなんかボランティアとかに積極的に参加するいい人というイメージで、そういう人がクラシックギターをやってバッハとか弾いちゃう。だからね、なるほど、そういう良さってありますよね。だってさ、もうなんかさ、ハーバードとか出てさ、いい会社に勤めてさ、収入があって、で見た目もしっかりしてらっしゃって、家計もしっかりしてやって、で趣味がクラシックギターってんだったらさもうその人の価値観っていうかさ、3000倍ぐらい上がっちゃうじゃないクラシックギターで。そういうクラシックギターっていうのはあるんだなと思ってね。真面目ってかっこ悪い時もあるけど、真面目がかっこいいこともありますからね。ぜひ皆さんもクラシックギターということで、次のお題、じゃあね、現実としてクラシックギターどうよって話ですよ。少し個人的な歌話ばっかりしてるので、ちゃんとギターのことを語りましょう。でまずね、分かりやすい調査として美しい音色っていうのがありますよね。これね、ナイロゲンの柔らかな温かい音色っていうのはいいもんですね。でね、こういう音色が皆さんどういうイメージをそれぞれいろいろあると思うんだけどね、典型的だなって僕はすごく思うのが、ハリウッド映画、バトルでも冒険でも何でもいいんだ、恋愛でもいいんだけど、いろんなことあった男女2人がネスティなシーンね。ネスティってわかります？ネスル、ジャパンのネスル、鳥のカゴのことをネスルっていう、ネスティっていうのは2人でこうしっぽりする幸福な瞬間で、例えばさ、こう暖炉のそばで語り合ってナチュラルに求め合う2人がカメラからフェイドアウトみたいなねそんな時でございますよ。
なんかいやらしいセクシーミュージックじゃなくて、ナイル音源でさ、とかって響いたらなんかこうすごいいいじゃないですか。エッチだしんだけどエッチじゃなくて幸福っていうところがすごく醸し出されるクラシックギターって素晴らしいと思いませんか？あとねこれは長所でも短所でもある、長所でも短所でもあるんだけど、音が小さめなんですよね。練習場所を選ばないとは言わないまでは言えないけど、でも比較的選ばないし自己完結できるっていうのが練習しやすい楽器だと思いますね。一番ピアノとかね、バイオリンとかは音大きいし、ピアノヘッドホンっていうのもあるけど、それじゃなんか気分が乗らないっていうのもあるだろうし、で音が小さめで練習がしやすくて、でクラシックで今メロディーが出せて、合わせて伴奏もね伴奏もつけられるので一人で完結できるんですよね。墓地には本当にこんなにありがたい楽器はないっていうものです。エレキとかも一人でシャカシャカ練習はするけど、やっぱりバンドでやんないと完結できないでしょ。だからそれがね、逆にね完結できないからエレキは結局仲間とやらなきゃいけないっていう仲間が増えるけど、クラシックギターは完結しちゃうんで仲間いらないってなって、なんかますますぼっちになっていくという、それが長所なのか短所なのかはお任せします。はい。でちょっとはっきり言っておきたいのは、楽曲は割と豊富な方だと思います。クラシックギターね、いきなり例えば最近のあれなんだっけ、YOASOBIのアイドルとか、あれをクラシックギターでやれても無理かもしれないけど、シン・ゴジとかね、ジブリとかファイナルファンタジーとか、そういうアレンジとか結構本も出てて、優しめで楽しめるし、もちろんバッハとかね、とか、なんだっけ、スペインものとかね、ちょっと適当なんで音綺麗でも汚くて申し訳ないですけど、楽曲はね優しいものから難しいものまでいろいろあるので楽しめると思います。現代曲も多いですからね、かっこいいやつとかね、いろいろあります。これはぜひチャレンジしてください。で、はい、お待たせしました。欠点ですがお待たせじゃないか、長所でもあるんだけど、音が小さいっていうのはね、やっぱり説得力ないですよね。人前で演奏するとすごく悲しい気持ちになりがち。なんか同窓会とか持ってってさ、弾いてもさ、みんな酒飲んで喋っててさ、なんか聞こえる、何やってんの聞けよお前らごめん、音小せんねこれみたいなね世界になってしまいがち。もうね、1人2人だったらいいけど、20人30人の中で演奏して聞いてもらうために本当にみんなが理解してね、シュッとした中で演奏しないと無理な楽器ですな。でそこでまたね、無理して大きな音を出そうとすると音がすごい汚くなっちゃって、音が汚い状況で練習したり弾いてるとね、やっぱりそれは家族から嫌われてもしょうがないなと、みんなからねうるさいって思われても仕方がないなっていう悪循環のパターンって案外ありがちだと思うんですけどね、クラシックギターの欠点です。
あと鉄弦アコギとかエレキギターの時も言ったけど、バンドや歌伴奏ならねクラシックギターあんまり向かないですね。ダメじゃないけど、ダメではないけれども、バンドやるならエレキギターとか、歌伴奏なら鉄弦のアコギとかの方が向いてるのはやっぱり確かだと思うですね。どっちを やるならあれだけど、まあそれ一つちょっと一応決定。あとね、じゃあ爪を伸ばすんですよ。右手の爪を伸ばすのはなんていうの、デフォっていうか、これで弾くんで、ちょっと映る。これはどうしてもね、クラヒーターはやりますな。生爪がないとちょっと切ない。人工の爪だとね、鉄弦だったらいいんだけど、ナイロン弦ってどうしても音がね硬くなったりカサカサってなったり、生爪がやっぱり一番音が綺麗なんで、これは欲しいところだから、爪を伸ばせない方はちょっと難しいのは仕方がないですよね。例えばほらプロボーラー、ボーリングの選手とかね、あとバスケットの選手とかね、ちょっと爪伸ばせないでしょ。それはしょうがない。あとちょっともう最初に皆さんにしといてほしいのはね、壊れやすい楽器っていうのはどうしてもありますね。合板のこういう目が重なってる板はいいんだけど、ちょっと高級なギターで単板の目のやつになると、ここでクラックがすごい入りやすい。ちょっとぶつけてもパッなんかひびが入っちゃうし、っていうかね、もう入れたことがあるから分かるんですけどね、入っちゃうんですよ。で、温度もすごく気をつけなきゃ、すごくじゃないけどある程度気をつけなきゃいけない。夏の車の中とかにケース入れて放置するとなんか壊れちゃうとかって言いますね。だから常にエアコン管理とかまではしなくてもいいかもしれないけど、ある程度いい楽器、クラシックギターを所有しようと思ったらそれなりに気を使わなきゃいけないっていうのは最初から知ってて、エレキギターはそういうのないからね、ぶつけたってね、殴ったってね、蹴ったってね、ありっていう楽器じゃないんです。あとね、ごめん、ちょっと本音を言わせていただけるとね、クラシックギターってね、あれよ、変な愛好家が多い。もちろんね、例えば猫とか犬の愛好家の方にもちょっと変わった人はいるかもしれないけど、でもね、クラシックギターの変な人率はねマジで高いと思うよ。何をもって変な人かっていうのはね、もちろん僕の主観なんですけど、なんかね、いろいろなんかどうも普通じゃない人がなんかすごいこだわったりね、科目だったりね、社交性がなかったりね、人の話聞かなかったりねでもその状況を打開するために向けてのこの動画シリーズということで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、まとめとしてのクラシックギターなんですけど、僕が言いたいのはとにかく何か楽器をやりましょうよって話ですよ。このね、指を使ってモーシャルな人生はね、老い知らずやっぱ楽しいですよね。でね、楽器楽しむ、楽器を習得するっていう意味ではお教室ももちろんいいんだけど、一人でガンガンやるのもありだと思いますよ。なんかクラシックだからちゃんとやらなきゃっていう人ももちろんいるし、僕はそういう人たちからよく怒られがちなんだけど、でもね、ガンガンやることで伸びるってすごく伸びますし、僕は中1でクラシックギターを独学で始めて、中2の冬始めて1年数ヶ月くらいでアルハンブラ弾けてたんですよね。これね、アルハンブラで来たらとりあえず楽器としていい感じじゃないですか。そうやって楽しんでいければね、全然いいと思います。いいと思います。つまり
このね、誰かのためでもないし、モテるためでもない、あなた自身の人生を充実させるためにクラシックギターをおすすめします、ね、あなたのためだからという怪しい回遊みたいなところで今回はここまで。まだまだクラシックギターに関しては話題豊富なつもりなので作っていきたいです。クラシックギターエンターテインメント動画ね、真面目な動画にはもう僕には無理なんで、クラシックギターを楽しく語っていきたいと思います。ただこれちょっとこの秋時間がなくなってきたから感覚はまたかもしれないけど頑張ろうと思ってます。というわけで、はい、チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、よかったら次の動画も見ていただけたら嬉しいです。実シリーズでした。ありがとうございました。